こんにちは、笠尾です。感じてわかる絵画と絵本の絵の深読み教室始めていきたいと思います。最近新たに始めましたこの絵本で子供と語り合おうシリーズ第9回目どんな気持ちという絵本なんですね。で、それは魚が左のページにあって右にその気持ちが書いてあって、この魚はこんな気持ちなんだっていうことが分かるようにしてある絵本なんですね。動物どんな気持ちなのかってなかなか分かんないですよね。この子とっても静かなんで、こうやって皆さんにお見せすることがとっても簡単にできてしまうのです。でも今どんな気持ちでいるのか、なんかちょっと不安げな顔してますよね。この子の名前はですね、目の脇に一本線があるのでイッチーという名前でございます。で、彼女がどんな気持ちなのか、表情からですね、なんとなく目を細めましたね、耳ちょっと開けましたね、そういうところから人間はなんとなく感じるわけですね。で、なんとなく感じるんですけれども、それが一体どういうことなのかっていうのはあまり意識には上ってこないですよね。で、その意識に上らせるかどうかっていうのが実は絵本を読み解くときに非常に重要になるわけです。で、その鍵となるような情報をビジュアルリテラシーっていうんですね。これ自然に感じてしまうことを、この人はこういう状況だから、例えば毛は逆立っている、だから怒っているとかっていう言葉にできるってことかな。そういうようなことができるとビジュアルリテラシーを獲得できたということになるわけですね。つまり無意識に感じてしまったことを意識的にするということであります。さて、ちょっとよろしくということで、実はですね、これどんな気持ち、猫ちゃんがどんな気持ちだったのかと合わせて、こちら、ね、金魚さんですね、どんな気持ち、これを絵本ですね、ミス・ファンハウトさんが作ってまして、で本間千尋さんが翻訳されてまして、西村書店さんから、出版されているという絵本です。で、これですね、こう前編がですね、片方のページ、見開きの片方のページにお魚さんが書いてあります。で、反対側のページにこの魚がどんな気持ちなのかっていうのが書いてあります。ですからお子さんとですね、この魚をまず見てもらって、この魚はどんな気持ちかなっていうようなことを言ってから、反対側のページを見せて、あ、こんな気持ちなんだねみたいなことをやっていく読み聞かせっていうのは一つ考えられますよね。ただそれだけだと先ほど言った意識に上らせるということができないわけですね。ですからそこでもう一歩踏み込みます。このお魚すごい元気そう、そうね、元気そうだよね。じゃあさ、なんで元気って感じるんだろうっていうところですね。と、元気って感じるのはもしかしたら赤いからね。赤って自然にこう火とか連想しますから、熱量を感じたりエネルギー感じたりしますよね。だ、そうなんだっていうことが頭に入ってくると、先ほど言ったビジュアルリテラシー、それが頭の中に意識されるということになるわけです。だからその意識を子供に持たせるってことですね。これ元気そうで終わりじゃなくて、元気そう、じゃあなんで元気なんだろう、赤いからかな。あと表情もありますよね。表情、どういう表情だから、口大きく開けてる、口大きく開けてる、目がこうまっすぐ正面向いているですね。そういうようなところからこう力強さだとか元気だとか感じていくということですね。そういうことをお子さんと一緒に、色のこと、形のこと、それから線もですね、これなんか元気いい勢いがありそうですよね。これなかなかね、こうコンピューターで均一な線だと出てこないですけど、なんかクレヨンで描いたようなダーっていう線だと勢いが感じられたり、逆にこう怯えているとグニョ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 っていう線だったりしますよね。そういう線の感じと感じ方、そういうものを意識に上らせるということです。単純にそういうことです。それがたくさん入ってくると、体系的に見ればビジュアルリテラシーっていうことになるわけですね。というわけでして、この本ですね、これですね、たくさん魚が出てくるんですね。で、それぞれ全てもう片方のページは何かしらの魚で、その反対がこちら側にどんな気持ちが出てくるんですね。で、この表紙の魚は一番いろんな要素がごちゃ混ぜになってます。表紙だからだと思うんですよ。ですけど、これをですね、要素を減らしていく、
全部暖色だけで作ってあるとか、こう逆に寒色だけで作ってあるとか、そういうシンプルな魚が割と出てくるんですよね。ですからそうなってくると余計に分かりやすいですよね。この魚どんな気持ちかな、寂しそうだね、なんで寂しいのかな、みたいなことが分かりやすくなっている。ですからここの魚の要素がそれぞれ分かれていろんな魚になってると思ってください。でそれがどういう感じなのか、じゃあそれはどこから感じるのかっていうのを皆さんがお子さんと一緒に語り合うというようなことをしながらこの絵本で遊んでいただくと、お子さんにもビジュアルリテラシーがついてきますし、皆さんにもついていくと。やっぱりね、ビジュアルリテラシーって自分が感じてるだけじゃなくて相手もそう感じるなっていうところが大事なわけですよね。ですからお子さんと一緒に感じられるかどうか、もしかしたら意見が違うかもしれない、その時見ている場所が違うかもしれないですよね。そういうことも分かってくるわけなんですよ。でですね、これできたら私もZoom の方でもこういう皆さんと一緒にトレーニングするという、今ここではお話ししてるだけですけど、皆さんと一緒にトレーニングするような Zoom の会というのもやっておりますので、ぜひそちらの方にでもですねご参加いただけるようにいただけると嬉しいなと思っております。今後もですねビジュアルリテラシーには力を入れてやっていきたいと思っております。面白いと思っていただけるようでしたらチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。では。